こんにちは。大工の白山です。これでね、新しいサッシが入ったんで、今度は床張って壁、天井と仕上げていきます。縁側のリフォーム、サッシが入ってね、戸締まりができたんで、今度は本格的に中回りのね、リフォームやってきます。大きな部屋でも小さな部屋でも狭いところでも、まずは基準となる床をやらないと始まりませんからね。床からやってきます。根田だるきも全部取っ払ってしまったんでね、下地からですね。今回は幅4尺、長さは5間あるってことですね。もう縁側にしたら結構長いですよね。もう今の家でなかなかこれだけの縁側ってなかなか取れる家ってありませんよね。本当に縁側っていいもんですけど贅沢な部分ですよね。広さにして6畳分ありますからね。今回は長い方向に円弧板を張ります。ですから根田だるきが短い方向に入ります。前回の動画でも言ってると思うんですけども、通し柱と通し柱の間に土台根物がいないってことですよね。もう全部根田掛けで床の下地を作ってかないけない。その代わり真ん中の大引きは入れないつもりなんですけども、最初に砕いた形とね全く同じです。根田掛けはね、ビスだけで留めるようになるんですけども、特に土台がいないところにこの部屋の大引きの小口に留めるようになりますからね。魚なければ OK ですから、多めにビスで留めていきます。外回りのこの土台はねちょっと薄いんですけどプリでできてますから、もうしっかりしてます。やはり土台があってどこにでもビスを留める時にこう楽ですよね。安心感があります。これで根田掛けが売れたんでね、今度は根田ですね。根田だるきはこの短い方向ということは数多く並びます。まず根田掛けに割り付けをして、そして本数何本いるかということで火取りしていきます。場所が場所ですからね、別の少し広いところでね根田の数一気に作ってしまいます。そしてサッシの下に入ってたパッキン材が根田に当たるんですね。で一細工してサッシまでこう伸ばしてやらなあかん。でそれもね一気に仕事してしまいます。それでは根田を打ってきます。間隔つけてあるんで、楽ですよね。留めるのを100のビスで留めてきます。本当は根田ビスってね、根田専用のビスがあるんですけどね、もう100までいきますとね、内装ビスでもしっかりしたもんですよね。
そしてこの両端は枝掛けにで、真ん中だけを余った間柱ですよね。何でもいいんです。枝だるきでもいいですしね。今回は余った間柱をね、真ん中に一列ずーっとはわしてあります。それだけでね、もうこうターンもなくなってしっかりと固定できますね。これで床のたるきは打てましたね。最初に床の継ぎ手を決めて枝だるきを打ったんですけど、等間隔で一軒間にこのリャンコに貼っていくようにします。千鳥針ですよね。そしてその実際のこの板の長さを正確に測ってやってね、そして一気に別の部屋で切ってしまいます。何遍も言いますけども、最後に残った縁側の仕事、こういう長さは長いですけど、ここへ材料を持っていけないんですよね。ましてこの前の日にね、雪どっさり降りましてね、外からも行けない。で、真ん中の部屋急遽通らせてもらって、もう一枚一枚この真ん中から運び込んだんですね。ですから別個の場所でね、切って加工して、そして持ってって貼るようになったんですけどね、正直狭いところの仕事ってもう本当に思ったより大変です。床を張っていく順番はもちろんサッシ側から張ってきます。サッシにアングルがついてますからね、アングルの下に入れるってことでサッシから張ってきます。最後は敷にねもがいてひっつけるようなリフォームのこの宿命ですからね、まずはこの1列目サッシの切り欠きもしてね、できるだけ最初の1枚は板が長く通るように板を使います。板は読めたもんですから、この一列まっすぐに通す時は長く書いて、細いもんでも伸ばして、長ければ長いほど通すのが楽ですからね、通りが良くなります。1枚目が肝心ですからね、慎重に丁寧に貼ってきます。正直このお宅のリフォームで床張り仕事、同じ材料で同じ張り方で何本も出してきましたけどね、やはりその部分のリフォーム仕事を移そうとすると床張りがメインになるんですね。でいつも一緒のこと言ってるんですけど、ボンドとねビスと併用して貼ってきます。ボンドはシリコンボンドですね。コーキングみたいなボンドで貼ってます。で、枝が間隔が狭いということはビスの本数を多く揉めるんですね。やはりこの枝は間隔狭い方がしっかりと床は仕上がります。もったいない。床張りも中間はねパンパン並べてこうビス打っていくだけなんですけども、やはり張り締まりがね何遍やってもこれ大変ですね。自分は直接材をね現場の横に置いて、そして45センチ間隔で敷からこの床までの開口寸法を一箇所一箇所拾ってつけてきます。そしてそれをまっすぐな定規で引っ張って、そしてそれを元に切ってきます。なんせこの寸法取りがね少し狂いますと、こんだけの仕事をしようと思うともうやっぱりね1枚で加工だけに
30分ぐらいかかりますからね。寸法取りがもし間違ってたらもうパーですからね。もう寸法取りだけはきれいに拾ってやって、それを加工するってことですね。とにかくこういう仕事って一発勝負なんですよね。はめてみて途中で硬かったな、幅が広かったなって言っても絶対に外せませんからね。やっぱしこの一発勝負っていうのはどんな仕事でもハラハラとまで言いませんけども緊張しますね。サッシのアングルビスを揉んでね、これで床できましたね。で養生して今度は天井をやってきます。天井は既存の天井そのまんま残します。解体はしません。わざわざゴミを落とす必要ありませんしね。今度の天井は2400、十分に下に下地して断熱材が入りますから、古い天井はそのまんま折ってもらいます。この縁側の天井の動画見てもらうとね、ちょっとわかると思うんですけども、カメラマンがねちょっと用があって休んだんで自分一人でね撮ってるんですけどね、もう知らん間にこうカメラが電池なくなってたり、知らん間にあっち向いてたりね、当たってなかなかこれ一人で撮れるもんじゃないですね。他のこの動画上げてるこの職人の人でも自分一人でやってる人もすごいな、もう改めて思いますね。自分にはもうそういう才能は、全然ありませんね。やっと壁ですね。この壁は長いですけども、レーザー真ん中に置いてね、一気にレーザー飛ばして下地ラインを出してしまいます。今はねこういう風にレーザーで出すことできますから楽ですけども、リフォーム仕事はねやはり壁のタチを直す、それがもう一番厄介ですね。とにかく下地のラインを出してやって、床も天井もくるくるっとこの隅を打ってしまいます。そのためにも天井先張るっちことが重要になってくるんですけどね。角もね、こうやったよね。そして断熱材は入る部分には全部断熱材を入れていきます。今度は横胴縁を打ってきます。これがもう本当の胴縁下地ですね。これも胴縁を打つまでに真ん中にまた捨て胴縁を1本垂れておくんですね。それがシャックオッスンの回しら代わりになってくれますから、これもうっかり入れるのを忘れて胴縁打ちますとね、また入らないんですよね。短尺門をついで入れたりねすることになるんで、これを忘れずにもう立てて、それからこの横胴縁を止める。
それから初めて中間の動物はもうパッキンして通りを見る。なかなかね一気にこのステージを垂れたからって言って壁まっすぐ通るもんではないですから、ある程度はこの目で見てね微調整してできるだけまっすぐに壁は作ってきます。今度は窓枠を入れてきます。もう動物が折れたっていうことはね、このサッシからの寸法出ましたから、窓枠寸法が出たってことで作ってきたんですけどね、なかなかリフォームの場合はね、最初にこういう薬門、窓枠の寸法をパッと決めて作ってきてもね、なかなかこの現場と合わんのですよね。ですから動物をある程度打ってやって、それからの寸法を拾ってね、窓枠吐き出し枠の寸法を取ってきます。なかなかね狭いとこで吐き出し枠をつけるのって難しいんですけどね、一枚一枚踏んで持ってかれないんでね、一枚一枚つけっていうようになるんですけども、窓枠がついてしまえばね、これこそもらったもう同然です。ボール貼っていけばカッコになりますからね。オートバイの前に幅木だけは先入れてないとダメなんでね、先行型の幅木ですから幅木を先入れて、それからボードを貼ってきます。サッシこうやって仕上がるよね。そして自分はメンバーシップの中で大工塾をやってます。大工塾の中では仕事のコツや道具の使い方などを普通の動画でわからないような細かいところまで噛み砕いて伝えています。実際にこの縁側のリフォーム仕事でも5本の大工塾の動画を上げてます。でもラーメン1杯分だけお金かかってしまうんですけども、よかったら1ヶ月だけでもね、また別の意味で面白みがあると思いますよ。ほんでね、縁切れますし。そして縁側にね1箇所だけ4尺の鴨居が入ってたんですね。ここになぜかしら垂れ壁もついてました。でそれを取っ払ったんでね、汚れと鴨居の穴、これこのままにしとくわけにはいかないんで、ここに星柱の幅の分の当て板をします。それによって回ってきてるこの投げ石の小口もね止まりますし、少し厚みごついかなと思うんですけども、しょうがないんでね、できるだけ目立たないようにね杉の赤みで当ててやります。そして最後は回り縁ですね。欄間鴨居とのこの取り合いが微妙になったんですけどね、回り縁を少し寸法を大きくしてね、実際のとこ打ってやりました。これで全体的のバランスは取れたと思います。これで床、天井、壁できました。ということはこの縁側の完成です。と同時にここのリフォームも完成です。以上、大工の社員でした。